皆さんこんにちは、しーまゆです。今日は理想の家や暮らしについてお話ししていきたいと思います。理想の生活シリーズについてはこちらの食生活の動画でその背景をお話ししているので、まだ見ていない方はそちらもご覧ください。このシリーズは夢を詳細に描くことによって理想を現実化することを生りにしているコーチや経営者の方に役立つと思っています。一緒にコンフォートゾーンを広げつつ理想を詳細に描いていきましょう。今日はマズローの欲求段階の下から2番目、安全欲求の中の安全な暮らしについてです。 SDGs で言うと7番、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにと11番、住み続けられるまちづくりをの目標に関するお話です。それではまず現在の日本の生活事情と私の過去の体験をお話ししていけたらと思います。家事情については理想の睡眠の動画でお話ししているのでそちらをご覧ください。日本は治安がいいし衛生面も素晴らしい国ですよね。海外に行くと日本の良さを改めて認識したりすると思います。でもそんな日本にもまだまだ生活面でネガティブなニュースも多く存在しています。台風や地震など自然災害が特に多いのが日本の特徴かもしれませんね。今年は熱海の土砂崩れが記憶に新しいですよね。傷害やわいせつ行為、個人情報の流出など犯罪のニュースもよく報道されています。私もなんだかんだいろんなことを経験してきました。例えば高校生の時には交通事故に遭いました。と言ってもこんなすごいものではなくて、小さな交差点を自転車で渡ろうとした時に脇から出てきた車にちょっと突っ込んだだけで私自身は怪我はなかったんですが、当時吹奏楽部に入っていたので自転車のカゴに乗せていた譜面台が道路に吹っ飛んだくらいで済みました。そしてまだまだ皆さんの記憶に鮮明に残っているであろう311が起こった時は私は大学4年生でした。ちょうど卒業旅行に行っていてヨーロッパで日本の様子を知るというなんとも不思議な体験をしました。家族とはすぐに連絡が取れたので家族の安否に対する不安はありませんでしたが、日本に帰れるかどうかという別の不安と戦っていたのを覚えています。さらにこれはちょっと珍しいのではないかと思いますが、同じ大学生の時に洗濯物を盗まれたことがあります。住んでいたのは茨城県でアパートのすぐ目の前が田んぼというのどかな場所だったにもかかわらず、夜家に帰ってみたら洗濯して干していたワンピースやジーパンがなくなっていたんです。風で飛ばされたような感じでもなく、綺麗にごっそり服がなくなっていました。警察が家に来るというなかなかない体験をしました。せめてもの救いは下着は外に干していなかったことですね。下着も盗まれていたら気持ち悪くてよりショックが大きかったと思います。でもそれ以来外に洗濯物を干すのはやめて全て部屋干しするようになりました。そして今まさに悩まされていることがあります。それは何だと思いますか？答えは住んでいるアパートの上の階の人の足音です。足音くらい大したことないだろうと思いますか？いやいや、それがね本当にすごいんですよ。どうしたらそんな音が出せるんだろうと不思議に思うくらい、いつか床が抜けて落ちてくるんじゃないかなっていう風に漫画みたいなことを考えちゃうくらい大きいです。何度か私も同じような音を出せるかなと思って試してみたことがあるんですけど、足の裏が死ぬほど痛かったです。ちなみに私は1階に住んでいるので下の階の人はいないのでご安心を。まあでもね、私の場合朝起きるのが苦手でものすごい大きな音で目覚ましをかけまくっているので人のことは言えないんですが、それでは次にこれからの理想を考えていけたらと思います。皆さんの理想の暮らしや家ってどんなものでしょうか？先ほどお話ししたような自然災害も犯罪も事故も隣人トラブルもない、そんな生活が幸せですよね。さらにネガティブなことから意識を離して完全にポジティブな理想を考えてみます。私はこんな家に住みたいというのをものすごく細部まで明確に描いています。もはや細かすぎて相当気持ち悪いです。まず一軒家で2階建てです。1階のリビングは吹き抜けになっていて大きなソファーが置いてあります。キッチンはアイランドキッチン。 IH は嫌なのでガスコンロです。リビングの隣には和室があって丸い窓といろりがあります。ダイニングの奥には洗面所とお風呂、それからトレーニングルームがあります。トレーニングルーム？ What? と思いますよね。私は毎日ストレッチやヨガをしているのでヨガマットを敷ける鏡付きの部屋が欲しいんです。
旦那もトレーニングをする人がいいので、旦那はそこで筋トレをしてるなんてムフフと想像しています。洗面所は2つの洗面台があり、体組成計が置いてあります。ジムに行かなくても自分の筋肉バランスや内臓脂肪をチェックできる最強の環境。さっきのトレーニングルームといい、お前はボディビルダーかと突っ込まれそうですが、大丈夫です。ブヨブヨです。2階は家族それぞれの部屋になっていて、旦那とは別で個室を持っています。寝室を一緒にしている夫婦が多いようですが、私はそれ無理なんですよね。寝るときは一人がいいんですよ。家具家電はほとんどがレンタルで、気分や季節、新製品が出たタイミングなどでおしゃれなものに交換しています。さらに屋根には太陽光パネルがついていて、床暖房も含めて家の電気すべてを賄っています。家事代行サービスを使い、毎日とても綺麗で整頓された状態を保ってもらっていて、自分たちが家にいない平日の日中などはコワーキングスペースとして貸し出したりしています。さらにコーリビングというサービスを使い、日本中世界中の一軒家やタワーマンションやホテルにいつでも長期滞在できるような、そんな生活をしています。いかがですか？なんという細かさ。さすが気持ち悪いくらい想像しているだけはあると思っていただけたら嬉しいです。さて、いつもお話ししている通り、これらの理想を実現するためには、私自身のお金の問題だけでなく、世の中のサービス提供が追いついていないという問題もありますよね。さらに世の中は複雑なので、謎に満ちているいろんな問題があります。毎回恒例、皆さんは今からお見せする問題の真相をいくつご存知でしょうか？人口減少と家や土地の有効活用の実態、大規模な自然エネルギーと環境破壊、フリーエネルギーの存在と世に出てこない理由、5G 電磁波の安全性、原発の安全性となくならない理由、犯罪防止と管理社会のメリットデメリット、人口地震は本当に起こっているのか。何個の真相を知っていましたか？正直私も真相を知らないものが多いです。これらの問題を解決して初めて全ての理想が叶うと思うので、今回の家や暮らしについても他のメディアや YouTuber が取り上げていないものを中心に深掘りして皆さんにお伝えしていけたらと思っています。さて、いかがでしたでしょうか？安心安全な土地でおしゃれで便利で健康にも地球環境にもいい家に住むのが理想という結論で締めたいと思います。毎度のことながら幸せになりたくないというド M の人や今のままがいいという保守的な人でなければ当たり前すぎる話だったかもしれませんが、何かしら新たな発見やアイデアが得られていたら嬉しいです。最後に毎回恒例のステータスウィンドウをチェックして終わります。いつもお話ししている通り SDGs レベルは話題にしたらレベル1アップ、実践したらさらにレベル1アップ、そして一つの行動を継続的に実践し続けていたらさらにレベル1アップ、一つの行動の継続的な実践をやめたらレベル1下がるというルールで更新していきます。今日は7番エネルギーをみんなに、そしてクリーンにと11番住み続けられるまちづくりをについて話題にしたので、7番と11番がレベル1ずつアップです。やったー！はい、ということで今日は理想の家と暮らしについてお話ししてきました。ここまで動画を見てくださってありがとうございました。この動画が良かった方は高評価をよろしくお願いします。またこのチャンネルでは人にも地球にも優しい社会を作るための考え方やサービスを紹介しています。そういったことに興味のある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。また仲間も募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。